どうも、あなたの知識好奇心を熱く刺激するウルトラユイです。さあ、やってまいりました。この隊長。ここは人類の歴史が生んだやばい思想、面白い本、そしてぶっ飛んだ偉人たちをエンターテインメントして語り尽くすウルトラユイの知識劇場です。さあ、今夜も地の幕開けだ。ニーチェをご存知でしょうか。知ってる人も知らない人もいると思いますけれども、さて、皆さん、いきなりですが、ちょっと質問させてください。もしですね、あなたの今の人生がこのまま全く同じ内容でもう一回、いや、あと100回、1000回、いやいや、無限に永遠に繰り返されるとしたら、あなたはその運命を受け入れられますか？楽しい思い出も、最高の成功体験ももちろん繰り返される。でも同時に、思い出したくない大失敗も、人生で一番恥ずかしかった瞬間も、胸が張り裂けそうになった悲しみも、どうしようもなく退屈だったあの日々も全部寸分たがわず全く同じセットで永遠にループするんです。さあどうですか？イエス、望むところだと心から叫びますか？それとも冗談じゃない、そんな地獄は絶対にごめんだと思いますか？さあどうでしょう。いろいろな感じ方があると思いますけれども、今日皆さんと一緒に読み解いていく一冊はまさにその人類史上最も過酷で最もラディカルな問いを我々に叩きつけてくる超ド級の劇薬。それがこれだ。ドン。ニーチェ、ツラトゥストラ、各語りき。ツラトゥストラだけのこともありますし、ツラストラはこう言ったということもありますけれども、ツラトゥストラ、各語りきです。来ましたね。哲学書の中でもラスボス中のラスボス。何回過ぎて挫折した人数知れず。名前は聞いたことあるけど、何が書いてあるかさっぱりという人がほとんどじゃないでしょうか。でも、断言します。この本は、現代を生きる我々、そう、あなたのために書かれた本なんです。1000年以上前に書かれたこの本には、現代社会の病理、SNS 疲れ、終わらない自己肯定感の低さ、将来への漠然とした不安、そのすべての根源が恐ろしいほど正確に予言されている。そしてその闇をぶち破り、最強の自分に生まれ変わるためのとんでもない処方箋が書かれているんです。今日の知識劇場を見終わる頃には、あなたはニーチェが仕掛けたこの思考の爆弾によって、昨日までの自分とは全く違う新しい景色を見ることになるでしょう。さあ、今日のテーマを語る上で欠かせないやばすぎる3つのキーワードを発表します。それがこれだ。1つ、神は死んだ。2つ、超人ユーベルメンシュ。3つ、英語回帰。さあ、なんかすごいおぞましい言葉ですけれども、いかがでしょうか。物騒ですよね。なんだか物騒で中二病っぽいキーワードが並びましたね。でも大丈夫。この3つのキーワードさえ押さえれば、難解なニーチェ哲学の核心が手に取るようにわかります。今日の講義は以下の構成でお送りします。第1章、そもそもニーチェって誰？ひいきの天才が生んだ思想の爆弾。第2章、神は死んだってどういうこと？現代社会に広がるニヒリズムの正体。第3章、終末の人間で終わるな。
最強の自分へ至る精神の三大回第4章ラスボス思想永劫回帰と神に代わる新たな目標超人。この壮大な物語をウルトラ E が世界一わかりやすく、そして熱く語り尽くします。皆さんの人生観を根底から揺さぶる準備はいいですか？それでは行ってみよう。ウルトラ E の知識劇場開幕です。第1章。そもそもニーチェって誰？ひいきの天才が生んだ思想の爆弾。さあ、まずはこのツラトゥストラというとんでもない本を書いた張本人、フリードリヒ・ニーチェが一体どんな人物だったかを見ていきましょう。ニーチェ、やや気難しそうな顔をした人ですけれども、この人立派なひげを蓄えてるんですね。威厳のあるおじさんだったんですね。しかし彼の人生はこの肖像画のイメージとは裏腹にめちゃくちゃ孤独で壮絶で悲劇的だったんです。彼の思想は彼の人生そのものから絞り出された血と涙の結晶なんですよ。ニーチェは1844年現在のドイツプロイセン王国で牧師の息子として生まれました。お父さんもおじいちゃんも牧師。超エリートで敬虔なキリスト教の家庭です。子供の頃は真面目で成績優秀、小さな牧師さんなんて呼ばれるほどでした。ここポイントです。後に神は死んだと叫ぶことになる男は誰よりも神に近い環境で育った。皮肉ですよね。彼は言語学の分野でとてつもない才能を発揮します。もう神童レベル。なんとまだ学生だった24歳の若さで、スイスの名門バーゼル大学の古典文献学の教授に大抜擢されるんです。異例中の異例、大学史上最年少記録。大天才と言ってもよかったんですね。普通に考えたらもう人生の勝ち組ですよね。安定した地位、名誉、将来は約束されたようなもの。しかし、ニーチェはそのエリートコースを自ら降りるんです。彼は大学の講義にアカデミックな世界に猛烈な違和感を覚えてしまう。こんな狭い世界で過去の文献をちまちま研究してるだけでいいのか？俺が本当にやりたいことはこれじゃないと。そして健康上の理由をもってわずか10年で大学を退職。34歳で年金をもらいながら彼は孤独な放浪生活を始めます。スイスの山奥、イタリアの海辺、フランスの避暑地。彼は夏は涼しい場所へ、冬は暖かい場所へと、まるで渡り鳥のようにヨーロッパ各地を転々としながら、ひたすら試作し、本を書き続けるんです。この放浪生活の中で彼の質はどんどん過激に鋭くなっていく。そしてこの時期に彼の人生は大きく揺るがす2つの出会いと別れがありました。一つは天才音楽家リアルト・ワーグナーとの出会いです。ワーグナー知ってますでしょうか？ドイツのですね、大天才音楽家なんですけれども、ヒトラーが好きだったということもありますね。ニーチェはワーグナーの音楽に浸水していました。これこそがドイツ文化を復興させる新しい芸術だと大絶賛。2人は親子ほど年が離れていましたが、意気投合し深い友情で結ばれます。ニーチェにとってワーグナーとは父のような存在であり、師であり、偶像でした。しかし、その関係はある一点を境に決定的に破綻します。ワーグナーがだんだんキリスト教に傾斜し、反ユダヤ主義的な思想を強めていったからです。ニーチェはこれに激しく反発した。あなたがやってることは古い価値観への逆戻りじゃないか。あなたは民主に媚びている。と、かつて神のように崇拝した相手との涙との決別。これをまた彼が既存の権威や偶像を徹底的に疑うきっかけになったんです。そしてもう一つの、そして最大の悲劇がルー・ザロメという一人の才女との出会いです。恋大きい男だったんですね。さあ、知的な美女でした。彼女はロシアから来た亡命貴族の娘で頭脳明晰、自由奔放。ニーチェはこのルー・ザロメに
生まれて初めて言っているほど本気で恋に落ちるんです。君こそが僕の思想を理解できる唯一の女性だ。と、彼は友人を介して2度も彼女にプロポーズします。しかし結果は2度とも惨敗。ルーは結婚という制度に縛られることを嫌う、あまりにも新しい女性だったんです。この日、大失恋はニーチェの心をズタズタに引き裂きました。彼は絶望のどん底でこう考えたと言われます。なぜ、俺のこの苦しみは俺だけのものなんだ。この苦しみも何か意味があるはずだ。いや、意味を与えなければならない。と、この壮絶な質問の苦しみの直後にわずか10日間で書き上げられたと言われているのが何を隠そうこのツラストストラ各語り記の第1部なんです。大失恋の絶望から生まれたツラストストラということですね。すごくないですか？普通の人間なら失恋したら焼き酒飲んで友達に愚痴ってカラオケで失恋ソング歌ってそれで終わりですよね。でもニーチェは違う。その個人的な絶望を人類全体の普遍的な思想にまで昇華させてしまった。このエネルギー、まさに狂気の沙汰です。ツラテストラ、彼の最高の傑作であると同時に、彼が早期を失うその入り口でもありました。この本を書き終えた後、ニーチェの精神は急速に崩壊していきます。そして1889年1月、イタリアのトレーナーで彼はついに発狂してしまう。広場で鞭で打たれている海を見て、その馬の首に抱きついて泣き崩れてそのまま倒れたというのが有名な伝説です。その後の10年間、彼は精神を病んだまま、言葉をほとんど発することなく、母と妹の介護のもとで過ごし、1900年、20世紀の始まりとともに55年の生涯を閉じました。しかし、悲劇はこれでは終わりません。ニーチェの死後、彼の思想は最愛の妹エリザベトによって大きく歪められてしまうんです。そのまま伝わらなかったんですね。この妹エリザベトは兄とは正反対に反ユダヤ主義者でドイツ民族主義的な思想の持ち主でした。彼女はニーチェが書き残した膨大な草稿や断片を自分に都合のいいように勝手に編集して力への意志という本として出版します。そして台頭してきたナチスに積極的に兄の思想を売り込んだんです。兄の言う超人とは優れたアーリア人のことだ。兄の哲学はナチの思想を成功化するものだ。と悪用されたということですね。ナチスに利用された悲劇の哲学。その結果、ニーチェはナチスの御用哲学者という名誉極まりないレッテルを貼られてしまいました。もちろんこれは完全な誤解です。ニーチェは生前反ユダヤ主義者や国家主義を誰よりも軽蔑し批判していたんですから。戦後、研究者たちの努力によってこの誤解は取れかれ、ニーチェ思想の本当の姿が明らかになっていきました。さあどうでしょう。ここまでニーチェの人生を見てきただけでも、彼がただものではないことがわかりますよね。エリートコースからの脱落、ワーグナーとの決別、ルー・ザロメとの大失恋、孤独な放浪生活、そして精神の崩壊と死後の悪用。彼の思想は決して机上の空論じゃない。彼の人生の全てをかけて血を流しながら生み出されたまさに思想の爆弾なんです。では、その爆弾の中心には一体何が書かれているのか。いよいよその核心に迫っていきましょう。第2章。神は死んだの本当の意味です。第2章。神は死んだってどういうこと？現代社会に広がるニヒリズムの正体。さあ、やってまいりました。ニーチェの代名詞とも言えるこの衝撃的なフレーズ。神は死んだ。バーン。ドロ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 。ピシャーン。神は死んだということですね。
この言葉一度は聞いたことはありますよね。これどういう意味だと思いますか？ニーチェは無神論者で神様なんていないよって言ったんでしょ。そう思ったあなた、半分正解で半分不正解です。ニーチェが言いたかったのはもっと恐ろしくて、もっと深いことなんです。彼はスラストラじゃなくて、喜ばしい知識という本の中で、ある教授の口を借りてこう言ってます。神はどこへ行ったのだ？お前たちに教えてやろう。我々が神を殺してしまったのだ。お前たちと私が。さあ、恐るべきことですよね。そう。神様が勝手に死んだんじゃない。我々人間が自らの手で殺してしまったというんです。どういうことか。ここで言う神とは単にキリスト教の神様のことだけを指しているのではありません。もっと広く、人間がこれまで絶対的だと信じていた人間の価値観、道徳、真理そのものなんです。考えてみてください。かつてのヨーロッパではキリスト教が世界の中心でした。神がこの世界を作った。良い行いをすれば天国へ、悪い行いをすれば地獄へ行く。何時殺す中へ、何時盗む中へ。すべての価値基準は神という絶対的な存在が保証してくれていた。人々はそれを信じていれば、人生の地図を持っているようなもので迷うことはなかったんです。しかし、近代になり、科学が発達しました。ダーウィンが進化論を唱え、コペルニクスが地動説を唱えた。人間の理性が神がいたはずの場所をどんどん解明していった。その結果、どうなったか。人々の心の中からあの絶対的だったはずの神様の存在感がどんどん薄れていってしまった。口では神を信じますと言いながらも、心の底から本気で信じている人はいなくなってしまった。これがニーチェの言う神は死んだの本当の意味です。我々近代人が自らの理性と科学によってこれまで自分たちを支えてきた絶対的な価値観を自ら破壊してしまったという恐るべき事実の告白なんです。いや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 、ゆいさん、それは昔のヨーロッパの話でしょ。私はもともとクリスチャンなんかじゃないし、関係ないよ。そう思ったでしょ。とんでもない。これまさに現代日本の我々の話なんです。現代の日本に絶対的な神はいますか？いませんよね。じゃあ神に代わる誰もが信じられる絶対的な価値観はありますか？かつてはあったかもしれない。お国のためにという国家主義、戦後のいい大学に入って、いい社会に入って、マイホームを持つという高度経済成長モデル、あるいは会社への忠誠、年功序列。でも、それって今絶対ですか？グローバル化で国家の存在は相対化され、終身雇用は崩壊し、会社はいつ潰れるかわからない。一生懸命働いても給料は上がらない。SNS を開けば自分よりキラキラした人たちの人生が溢れていて、何が本当の幸せかはわからない。我々はこれまで正しいと信じてきた地図はもうボロボロなんです。どこに向かって歩けばいいのか、何を目指せばいいのか、何が善で何が悪なのか、その基準がグラグラに揺らいでいる。これが神が死んだ後の世界。我々が今生きているこの世界なんです。支えを失ってしまった人間、そして神という絶対的な羅針盤を失った人間に次に訪れる感情。それこそがニーチェが最も警鐘を鳴らした病、ニヒリズム、虚無主義なんです。ニヒリズム、聞いたことがありますでしょうか？虚無主義と訳されるということなんですけれども、どうせ何をやっても意味なんてない。頑張ったって所詮死ぬだけじゃん。真理なんてないし、価値なんて人それぞれだから何も信じない。この虚無感、このしらけた感じ、わかりますよね。
何をやっても全然何も信じられないしらーということですね。例えば一生懸命働いて会社に貢献したとする。でもその会社はあっさりリストラするかもしれない。会社のためになんてバカバカしい。じゃあお金を稼ぐことが目標か。でもいくら稼いでも上には上がいる。死んだら持っていけない。お金が全てっていうのも虚しい。恋愛、結婚するもいつか冷めるかもしれないし、なんて保証はない。そうやってあらゆる口をどうせ意味ないしと否定していった先に何が残りますか。何もない空っぽの無です。これがニヒリズムの正体、最高価値が失われた結果、もう何も信じられない、生きる意味を目的を見出せないという精神の不干渉状態、まさに現代に蔓延する病だと思いませんか。そしてこのニーチェはこのニヒリズムが蔓延した世界にある特定の人類が登場すると予言しました。それがツラトゥストラに出てくる終末の人間です。終末なんですね。ツラトゥストラの物語は主人公である賢者ツラトゥストラが10年間山にこもった後人里に降りてきて市場に市場に集まった群衆にこう語りかけるところから始まります。私は君たちに超人を教えよう。人間は乗り越えられるべき何かである。しかし群衆はツラトゥストラの言葉を鼻で笑うんです。超人何それ、そんなものより綱渡り芸人のショーの方が面白いぜ。とツラトゥストラは彼らが自分の言葉を理解できないことに絶望し、彼らのことをこう呼びます。ああ、彼らは終末の人間だ。と、この終末の人間、ニーチェによる描写がマジで現代人すぎて、ぐさぐさ突き刺さるんですよ。終末の人間とはどんな人間か。彼らは大きな野望や情熱を持たない。大きな苦しみや危険を徹底的に避ける。世界は小さくなったと彼らは言い、全てを小さくこじんまりとさせてしまう。彼らはもはや貧しくも富んでもいない。それはあまりに面倒なことだから。誰も支配しようとせず、誰にも支配されない。昼には昼の、夜には夜のささやかな快楽を持つ。そして健康を何よりも大事にする。我々は幸福を発見したと彼らは言い、瞬きをする。どうですかこれ。大きなリスクは取らない。挑戦なんてめんどくさい。人並みの幸せが一番。仕事もそこそこにプライベートを大事にして、健康に気を使って、小さな幸せを日々享受する。これ、俺たちのことじゃん。そうなんです。ニーチェは100年以上前に安定思考で無気力で毒にも薬にもならない現代人の姿を完璧に描き出してみせたんです。彼らはニヒリストです。でも絶望しているわけじゃない。むしろその意味のなさの中でそれなりに快適に賢く生きる全てを見つけてしまった人々なんです。傷つくことを恐れ、現状維持を願い、みんなと同じであることに安心する。ニーチェはこの終末の人間を人間性の最後の最も軽蔑すべき形態だと断じました。なぜなら、彼らはもはや自分を乗り越えようとする意志、より高みを目指そうという情熱を完全に失っているからです。神は死んだという人類史的な大事件が起きたのに、その意味を気づかず、ただただその廃墟の中でちっぽけな幸福に安住している。ニーチェはそれが許せなかったんです。自分たちを振り返るとですね、いかにも当たってますよね。
さあ、問題提起は済みました。神は死んだという世界で我々ニヒリズムという病にかかり、終末の人間になり下がってしまっている。やばいですよね。このままじゃダメだって思いませんか？じゃあどうすればいいのか。このニヒリズムの谷をどうやって乗り越えればいいのか。大丈夫。ニーチェはそのための具体的なステップをちゃんと用意してくれてます。それが次の章で語る精神が最強の自分へと進化するための3つの変化の物語です。希望を残しておいてくれていたということですね。第3章、終末の人間で終わるな、最強の自分へ至る精神の3段階。さあ、皆さん、こっからが反撃開始です。神は死んだ後のニヒリズムの荒野で、ただの終末の人間として一生を終えないために、我々の精神はどのように成長し、変化していくべきなのか。ツアステスラはこう語ります。精神がいかにラクダとなり、ラクダがいかにして獅子となり、そして最後に獅子がいかにして幼子となるか、その3つの変化について私は君たちに語ろうと。生死の3つの変化、ラクダから獅子、そして幼子なんですね。来ました。ラクダ、ライオン、そして赤ん坊。これが我々の精神が超人へと至るための進化のプロセスなんです。一つずつ見ていきましょう。第一段階、ラクダの精神。ラクダと言いますと、砂漠のラクダなんですけれども、テクテク歩くラクダですね。まず最初の段階はラクダ。ラクダってどんなイメージですか？砂漠でですね、重い荷物を背負って黙々と歩き続ける忍耐の象徴ですよね。ラクダの精神とはまさにそれ。汝すべしという命令にひたすら従う精神のことです。ラクダとはですね、汝すべしなんですね。これは既存の道徳や常識、権威といった重荷を自ら進んで背負込んでいる状態です。親の言うことを聞きなさい。先生の言う通りにしなさい。良い学校に入り、良い会社に就職しなければならない。ルールは守るべきだ。世間の常識から外れてはいけない。我々は子供の頃からこういった無数のすべしという重荷を背負わされてきています。そしてそれに耐えること、従うことが良いことだと教えられてきた。これは人間が社会で生きていく上で必要な段階ではあります。基礎体力みたいなものですね。しかし問題なのは多くの人がこのラクダの段階で一生を終えてしまうということです。他人が決めた価値観、社会が押し付けてくる正しさを疑うことなく背負い続け、その重さに仰ぎながら自分自身の人生を生きていけない。これってまさに社畜の精神構造そのものじゃないですか。ソラテスラはこう言います。この重荷を背負ったラクダは最も孤独な砂漠へ急ぐと、そこで第2の変化が起こるんです。第2段階、獅子の精神。獅子ですね。かっこいいですよね。ガオーというわけですね。砂漠でラクダは獅子へと変身します。百獣の王、ライオン。獅子の精神はラクダとは真逆です。彼が求めるのは自由。そのためにこれまで背負ってきた重荷を破壊しようとする。獅子の前には巨大な竜、ドラゴンが立ちはだかります。その竜の名前は汝すべし。まさにラクダが背負っていたあの命令そのものです。竜の鱗一枚一枚には誠実、謙虚、勤勉といった古くからの徳目が金文字でキラキラ輝いている。この巨大な竜に対して獅子は何と叫ぶか。我欲す。獅子は我欲すなんですね。
強い言葉ですよね。何々ねばならないじゃない。俺はこうしたいんだという力強い自己主張です。獅子は汝すべしという古い価値観に対して聖なる否、つまりノーを突きつけます。常識だから知るか。みんながやってるから。だからなんだ。それが正しいこと誰が決めたんだ。これはまさに反抗期の精神です。親や社会にノーを突きつけ、自分自身の自由を勝ち取ろうとする。力強い破壊の精神。反抗期の頃、あなたもそうでしたでしょうか。おそらくそうでしたでしょうね。これめちゃくちゃ大事なステップだと思いませんか。一度全てを疑ってみる。当たり前だとされていることを本当にそうなのかと問い直してみる。そして違うと思ったら勇気を絞ってノーという。会社を辞める。組織から抜ける。親から自立する。これまで縛られていた人間関係を断ち切る。この獅子の破壊のステップなくして自分の人生を始めることはできないんです。ラクダから獅子。しかし、ニーチェはこれでもまだ足りないと言います。獅子は自由を勝ち取ることができる。古い価値を破壊することもできる。でも獅子は新しい価値を創造することはできないんです。No と言い続けるだけではただの反逆者、ただの批評家で終わってしまう。古い牢獄を壊したらいいけど、その更地に新しい家を建てることはできない。破壊の先にあるのは何もない空っぽの自由。それはまた別のニヒリズムにつながってしまいます。そこで最後のそして最も重要な変化が訪れます。第3段階、幼子の精神。さあ、荒々しい獅子から幼子となるんですね。獅子は最後に幼子へと変身します。赤ん坊です。ライオンから赤ん坊って弱くなってないって思いますよね。でもここがニーチェの哲学のすごいところ。幼子とは一体どんな存在か。これは、それは無垢であり、忘却である。幼子は過去の偏見や常識にとらわれていません。何々ではならないという重荷も、何々であるべきだという怒りも全て忘れている。純粋な目で世界を見つめることができる。そして幼子は新しい創造の象徴です。子供の遊びを思い出してください。彼らはルールブックなんて読まないですよね。その場で自分たちでルールを作り、夢中になって遊ぶ。壊しては作り、作っては壊し、その創造のプロセスそのものを全力で楽しんでいる。彼らの口から出る言葉はただ一つ。聖なる光です。幼子は聖なる光、イエスなんですね。イエスなんですよ。自分の人生に対する無垢で全面的な肯定。獅子が古い価値観に対してノーを突きつける精神だったのに対し、幼子が自らこれから創造する新しい価値に対して遊びのようにイエスと肯定する精神なんです。これが面白い。これが美しい。これが私の価値だ。誰に命令されるでもなく、誰に反抗するのでもなく、ただ自分自身の中から湧き上がってくる衝動に従って、無邪気に力強く新しい価値を創造していく。すべし我欲すしかりなんですね。まとめましょう。ラクダは汝すべしという他人の価値観に従う精神。獅子はそれにノーを突きつける自由を勝ち取る破壊の精神。
そして幼子は自らの人生にイエスと答え、新しい価値を創造していく精神。さあ、どうですか？この話を聞いて、皆さん、あなたの精神は今、どの段階にありますか？まだ社会や会社のすべしという重荷を背負って苦しんでいるラクダですか？それともその重荷に脳を突きつけてもがいている獅子の段階ですか？あるいは全てを乗り越えて自分だけの価値を創造する幼子の遊びを始めていますか？この幼子の精神こそが神は死んだ後のニヒリズムの荒野に新しい意味の花を咲かせる力なんです。そしてその幼子の精神を持ってあの究極の問いに立ち向かう準備ができた人間、それこそがニーチェが示した人類の新たな目標、超人なんです。いよいよ物語はクライマックスへ。第4章ラスボス思想、永劫回帰と神に代わる新しい新たな目標、超人について語り尽くします。第4章ラスボス思想、永劫回帰と神に代わる新たな目標、超人。さあ皆さん、ついにやってきました。今日の講義の頂点、ニーチェ哲学の核心であり、最強のラスボス思想、永劫回帰です。この思想は、ツラストラの中でもツラストラ自身が語るのをためらうほど重く恐ろしい思想として描かれています。彼はこの思想のことを奈落の底の思想と呼び、めまいを覚えるほどです。オープニングでも問いかけましたが、もう一度真正面からこの思想と向き合ってみましょう。ニーチェは喜ばしき知識の中で悪魔にこう囁かせるという形でこの思想を提示します。もしある日の夜、あるいは夜、一匹の悪魔が君の最も孤独の中へと染み込んできて、こう言ったとしたら、君が今生きており、かつて生きてきたこの人生を、君はもう一度、いや数限りなく何度も生きなければならないだろう。しかもその人生には何一つ新しいものはなく、ありとあらゆる苦痛、快楽、思想、ため息、そして君の人生における言い表せないほど大きなことも小さなことも、すべてが寸分たがわぬ神社で繰り返し君のもとにやってくるだろう。と、君はこの悪魔の言葉を聞いて、地面に身を呼び投げ出して激しいし、彼を呪うだろうか。それでも、おー、悪魔よ。私はこれほど神々しい言葉を聞いたことがないと答えるだろうか。どうですか、この問い。半端なく重いですよね。人生には楽しいことばかりじゃない。むしろ辛いこと、苦しいこと、逃げ出したいことの方が多いかもしれない。あの時、ああしていればという後悔、人には言えない恥ずかしい失敗。それは全てが一回きりだから我々は耐えられるんです。いつか終わると思っているから前に進めるんです。なのに、永劫回帰はその一回性を根こそぎ奪い去る。お前の人生、寸分たがわず無限ループな。と、これはもはや救いのない決定的な運命です。多くの人はこの質問を前に絶望するでしょう。冗談じゃないと、これはまさにニヒリズムの極致です。どうせ全ては繰り返すだけなら何をしても無意味じゃないかと。しかしニーチェの狙いはそこじゃない。全く逆なんです。彼はこの永劫回帰という最も耐え難い思想を人生を最高に肯定するための試金石として我々に突きつけたんです。恐ろしい試金石ですけれども、考えてみてください。もし本当にこの人生が無限に繰り返されるとしたら、我々は今この一瞬の生き方をどう変えるでしょうか。
まあ、いつかでいいや、と先延ばしにしていたことできますか？できないですよね。そのいつかも永遠に先延ばしにされるんですから。本当はやりたくないけど、我慢してやっていることだな。続けられますか？耐えられないんですよね。その我慢が永遠に続くんですから。英語回帰という思想は我々にこう迫るんです。お前は今この瞬間を永遠に繰り返したいと心から思えるほど本気で生きているか。お前は今この瞬間に絶対的なしかりイエスと言えるかと。この視点に立つと人生のすべての瞬間の重みが劇的に変わってきませんか？成功も失敗も喜びも悲しみも全てがこの一度きりのかけがえのない私の人生を構成するなくてはならない一部なんだと。辛かった失恋も恥ずかしかった失敗もそれがあったからこそ今の私がいる。だからその瞬間も含めて私の人生なんだ。そしてこの人生が何度繰り返されてもいい。いやむしろ何度でもこの人生を生きたい。この境地に達した時、人はニヒリズムを完全に克服できる。どんな出来事にも意味がないのではなく、すべての出来事に自分が意味を与えるという能動的な姿勢に変わるんです。これが英語回帰という思想の本当の力です。それは絶望の思想ではなく、人生を最高に愛し肯定するための究極のポジティブシンキングなんです。そしてこの重い思想、英語回帰を自らの運命として引き受け、しかりと答えることができる人間。神が死んだ世界でもはや天国や来世に救いを求めるのではなく、この一回きりのそして無限に繰り返される人生そのものを愛し肯定し、自らの意志で価値を創造していく人間。精神の3つの変化を経て幼子の創造性を手に入れた人間。その人間のことをつらすらはこう呼びました。超人ユーベルメンシュ。超人なんですね。ここら辺がですね、ちょっと悪用とはいえ、おそらくナチスドイツに引用された箇所に当たるのではないかと思いますけれども、ついにですね、たどり着きました。超人。もう一度言いますが、超人とはスーパーマンのことではありません。空を飛んだり、手からビームを出したりする特殊能力者のことではないんです。ニーチが言う超人とは、人間、メンシュを超えるウバー、存在。つまり、これまでの人間性を乗り越えた新しいタイプの人類のことです。何から乗り換えるのか。それは神に依存し、他人の価値観に依存し、安定だけを求める弱くて軽蔑すべき人間性。つまり、終末の人間からの超越です。超人は終末の人間とは何もかもが正反対です。終末の人間が安楽と平穏を求めるのに対し、超人は常に困難と自己報復を求めます。終末の人間が他人の評価を気にするのに対し、超人は自分自身のうちに価値基準を持ちます。終末の人間がニヒリズムに陥りしらけているのに対し、超人は英語回帰を肯定し、この大地と人生を熱烈に愛します。超人とは、神が死んだ後の大地にしっかりと立ち、自らが神に代わって新しい価値の創造主となる人間のことなんです。スラトゥストラは言います。人間とは動物と超人の間にかけられた一本の綱である。支援の上にかけられた一
本の綱だ。人間において偉大な点は、彼が橋であって目的ではないという点にある。人間は橋であって目的ではない。つまり我々人間は完成品じゃない。終末の人間のゴールじゃない。我々は今の自分を乗り越え超人へと向かうための過渡的な存在、つまり橋なんだと。このメッセージどうですか？めちゃくちゃ熱くないですか？お前は今のままで終わるな。お前にはもっとすごいポテンシャルがあるんだ。自分を乗り越えろ。超人を目指せ。ニーチェは我々の死を力強く切り飛ばしてくれているんです。さあ、皆さん、ニーチェ、ツラステストラをめぐる熱い知識の旅、いかがだったでしたでしょうか？神は死んだという現代の根本的な状況認識、そこから生まれるニヒリズムという病と、それに安住してしまう終末の人間という我々の姿。しかし、ニーチェはそこで絶望しなかった。ラクダから獅子へ、そして幼子へと至る精神の3つの変化によってニヒリズムを乗り越える道筋を示し、永劫回帰という究極の問いを突きつけることで、我々に今この一瞬を全力で肯定させようとした。そしてその全てを乗り越えた先に、人類の新たな目標として超人という輝かしい理想を掲げてみせたんです。このツラトゥストラという本はただの哲学書ではありません。それは詩であり物語であり、我々の魂を揺さぶる力強いエールです。現代社会はまさに神が死んだ世界です。絶対的な正解なんてどこにもない。だからこそ我々は不安になり迷い、他人の目や SNS のいいねの数に自分の価値を委ねてしまいがちです。でもニーチェは言う。それでいいのかと。他人の価値観で生きるな。君自身が価値の創造主になれと。超人になれと言われても、それはあまりに遠い目標かもしれません。でもその方向を向いて、一歩でも半歩でも自分を乗り越えようと努力すること。昨日より今日、今日より明日、ほんの少しでも自分の人生にイエスと言える瞬間を増やしていくこと。それこそが超人への道であり、この困難な時代を力強く自分らしく生きていくための唯一の方法なのかもしれません。ニーチェはこの本の自分でこう書いています。このツラトゥストラは全ての人のための書物であり、また誰のための書物でもない。この言葉通り、この本は読む人を選びます。しかし、もし今日の私の話を聞いて、あなたの心にほんの少しでも熱い火が灯ったのなら、それはニーチェからのあなた個人へのメッセージです。ぜひこの動画をきっかけに、実際にツラトゥストラを手に取ってみてください。きっと、あなたの人生を根底から変える一冊になるはずです。この話、面白い、もっと知りたいと思った方は、ぜひこのウルトラ優位の知識劇場のチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。皆さんの応援が次の熱い講義を生み出す最高のエネルギーになります。それではまた次回の知識劇場でお会いしましょう。あなたの人生が何度繰り返してもいいと思える最高の物語になりますように。ウルトラ優位でした。アディオス。